仮想通貨用語集パート5。今回は仮想通貨に関連する用語の紹介と使用例、説明をします。最初に僕、サトシが用語を言い、次に私が使用例をご紹介し、次に私、中本が用語の説明をします。最後にまた僕が一言。この順番でどんどん用語を紹介していきます。張り切っていこう。では、スタート。レギュレーション。仮想通貨のレギュレーションが強化されている。法的規制やルールのこと。国ごとに異なった規制やルールがある。だから大切なんだぜ。次。時価総額。ビットコインの時価総額が過去最高を記録した。仮想通貨の総発行量に価格をかけたね、マーケットキャップとも呼ぶ。時価総額ランキングが投資を行う上での一つの指標だぜ。次。ATH オールタイムハイ。ビットコインが ATH オールタイムハイを更新した。仮想通貨が過去最高値を更新すること、最初からオールタイムハイと呼ぶこともある。オールタイムハイはまだかとよく言ってるぜ。次。ボラティリティ。ボラティリティが高い市場では急激な価格変動が多い。価格の変動率が高いこと。変動が激しいのが当たり前と思わないと体がいくつあっても足りないぜ。次。爆益。イーサリアムが急騰して爆益だった。仮想通貨の価格が大幅に上昇し、大きな利益を得たこと。爆益ゲットだぜって言ってみたいぜ。次。爆損。市場が暴落して爆損してしまった。仮想通貨の価格が大幅に下落し、大きな損失を被ったこと。爆損したぜって言いたくないぜ。次。暴落。市場全体が暴落して大変なことになってる。仮想通貨の価格が急激に下落すること。今まで何度も暴落したぜ。次。養分。また損しちゃった。完全に養分だ。市場で損失を出し続けている投資家を指す皮肉な言葉。養分にならないように気をつけようぜ。次。狼狽売り。狼狽売りしないように冷静さを保とう。市場の急落時に恐怖から仮想通貨を急いで売却すること。まずは落ち着こうぜ。次。オーダーブック。取引所のオーダーブックで現在の買い注文と売り注文を確認できる。取引所における買い注文と売り注文の一覧。注文時に参考になるぜ。次。サポートライン。サポートラインに近づいているので反発に期待。価格が下落した時に反発しやすい価格帯。すでにサポートラインを意識することで暴落リスクを減らせるぜ。次。ショート。価格が下がると思ったのでショートした。価格下落を見込んで売ること。デリバティブ取引ではよく使う言葉だぜ。下がると思ったらショートでポジションを持つといった感じだぜ。次。ロング。ビットコインの価格が上がると予想してロングした。価格上昇を見込んで買うこと。デリバティブ取引ではよく使う言葉だぜ。上がると思ったらロングでポジションを持つといった感じだぜ。次。トレンド転換。トレンド転換の兆候が見え始めた。仮想通貨の価格の上昇や下降のトレンドが逆転すること。トレンド展開は価格変動が大きくなりやすいので注意が必要だぜ。次。レバレッジ。レバレッジ取引で大きな利益を狙う。借り入れを利用して投資額を増やすこと。10ドル分を担保に100ドル分の投資ができることをレバレッジ10倍と言うんだぜ。損益が出れば補填しないといけないぜ。
次、難品。価格が下がったので難品してみた。下落時に追加購入することで平均取得価格を下げること。惜しめないとも言われ、よく使われる投資手法だぜ。次、レジスタンスライン。レジスタンスラインを突破できるかが鍵だ。価格が上昇した時に反発しやすい価格帯。過去の高値を超えられるかどうか、そこがポイントだぜ。次、ゴールデンクロス。ゴールデンクロスが出たから買い増しした。短期移動平均線が長期移動平均線を上から下に突き抜ける現象で上昇トレンドを示唆。現在の価格が長期的に見ると下がりすぎている、そういうことだぜ。次、デッドクロス。デッドクロスが発生したので売り時かもしれない。短期移動平均線が長期移動平均線を下から上に突き抜ける現象で下落トレンドを示唆。現在の価格が長期的に見ると上がりすぎている、そういうことだぜ。次、ペア。ペア市場に突入し価格が下落している。価格が下落傾向にある市場、ベアマーケットとも呼ばれる。仮想通貨のバブルが終わった後、またはバブルの終わりに向けて価格が下落しやすい市場のことだぜ。次、ブル。ブル市場が続いているので投資のチャンスだ。価格が上昇傾向にある市場、ブルマーケットとも呼ばれる。仮想通貨のバブル期、またはバブルへ向けての価格が上昇しやすい市場のことだぜ。次、プルバック。プルバックが発生して今が買い時かもしれない。上昇トレンド中の一時的な価格の下落。どんな上昇トレンドでも価格が一時的に下がるときはあるんだぜ。次、ピンバー。ピンバーが出現したのでトレンド転換の可能性がある。価格チャートでの反転サイン。下がり続けていた価格が上がり始める兆しが見られたときに使う言葉だぜ。次、ハーベスト。ハーベストタイムが近づいているので利確を考える。収穫時期、利益を確定すること。バブル期はどこで利確して収穫を得るか、そこが難しいんだぜ。次、フラッグ。市場が下降フラッグを示しているので注意が必要だ。価格チャートのパターンの一種、継続パターンを示す上昇と下降、両方のフラッグがある。チャートのテクニカル分析の上昇と下降、それぞれのフラッグを参考にすることも投資では必要なことだぜ。次、グリーンキャンドル。グリーンキャンドルが続いているので買い圧力が強い。ロー底足チャートで価格が上昇していることを示す。チャートのロー底足で緑色は上昇なので上昇を期待しているときは嬉しいぜ。次、レッドキャンドル。レッドキャンドルが続いているので売り圧力が強い。ロー底足チャートで価格が下落していることを示す。チャートのロー底足で赤色は下落なので現物だと嬉しくないが、デリバティブ取引だとショートポジションを持てるのでその時は嬉しいんだぜ。次、ダンク。市場が急騰した後クジラがダンプした。大量の仮想通貨を一度に売却すること。クジラがよくする思考、小口の投資家は巻き込まれることがたびたびあるぜ。次、ディップ。価格がディップした時に買い増しする。一時的な価格の下落。マイナスのニュースで下落した時に買い増しすることだぜ。次、パンク。新しいプロジェクトの発表で価格がパンプした。仮想通貨の価格が急激に上昇すること。プラスのニュースの時に発生しやすいんだぜ。今回は以上です。今後も仮想通貨の用語をご紹介していきます。僕も気合い入れて頑張るぜ。私も頑張るぜ。私も頑張るぜ。みんなで仮想通貨の知識どんどん発信だぜ。このチャンネルが
少しでも良いと思ったら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。